皆さんこんにちは、ときまるです。今日は本を手放すための3つのルールというテーマで話していきたいと思います。本の整理をね、しています。で、だいたい今僕手元にある本はこんな感じで7冊ぐらいかな。自分の本もあるので、今ね、1、2、3、4、6冊ですね。はい、6冊あります。で、大体その本って一番ね、難しいんですよ、処分するのが。これやっぱり物理的に重いってのもあるし、あとはなんか自分の知識を表したものだっていう考え方があったりとか、これから読むかもしれないとか、なんかその思い入れがあったりとか、思い出の本とか、昔読んで衝撃を受けた本とか、なんかそういう感じで、どんどん溜まっていくんですよね、基本ね。で、一番引っ越しの時にも重荷になるものだし、部屋のスペースを圧迫するものでもあります。だから、本って捨てるのがとにかく難しい。で、難しくて、で、しかも、圧迫するので、こう重量もあるし、スペースも取るしっていうので、なんかね、効きがいいアイテムでもあるんですよね。つまりその効きがいいっていうのは、その捨てるだけで本を手放すとものすごく部屋のスペースが一気に空く可能性があるっていうこと。それほどやっぱり本棚とかね、床に置いておいても積んどくでどんどん溜まっていて床のスペースを圧迫していくものになるので、手放すとものすごくスペースが空いて効果があるものでもあります。あとは物質の本がやっぱりすごいって思うのは、なんかその存在感ですよね。いわゆる、これも結局その有限性っていうところに還元されると思うんですけど、本の物質感っていうものは、このやっぱ電子書籍がいくらね、発達したとしても、逃れられないものがあると思っていて、それは人間の身体にもかなり近いものだと思います。だから僕たちがそのデジタル空間を自由に行き来できるけど、そのタイムスリップとかね、場所を瞬時に移動できないように、この本も移動できない。それは当たり前ですよね。で、だからその物質性がすごくて、これが部屋の中に3冊あると、やっぱり読むしかないというか、もうここに文章があって、それをページを開いて、その文字を、テキストをそのまま解釈、咀嚼できるみたいなところは、やっぱり紙の本ならではのもので、だから僕も本は好きなんですよ。だからこういうふうにミニマリズムみたいな感じで物は減らしてるけど、結局手元に物質の本を置くようにして、で、それを繰り返し参照しながら、なんか自分の人生を生きやすくするツールにもなっているし、エンターテインメント、楽しみにもなっているってこと。で、やっぱり一冊でね、だいたい700円とか1000円とかで、これ長く楽しめるっていうね、それもやっぱりすごく良くて、映画とか一回見たらそれで終わりですけど、本は一冊買えばですね、これを何度も読んで繰り返し楽しめるっていう良さもあったりします。だからその紙の本とデジタルの本をどういうふうに考えるかとか、ちょっとそういう話もしていきたいんですけど、手放すための3つのルール、手放しが楽になる3つのルールを紹介します。で、物理で持つものは3種類に限定します。で、その1種類はですね、まずバイブルであること。自分のバイブルである本を持つということ。それを物理で持つっていうことです。で、このバイブルっていうのは、簡単に言えば、繰り返し参照できるとか、自分の人生のためになっているとか、自分の思考とか思想の原点になっている、そういう風な本ですね。だから読み切りの小説とかがそれになる場合もあるし、だから本のジャンルっていうのは問わないんですけど、だから雑誌がバイブルになる人もいるでしょう。だからそれは本の種類は問わないんだけども、とにかくバイブルになる本ってこと。繰り返し参照できる本であるってこと。で、やっぱこういう話をすると、でも何でもバイブルに従う人いるでしょう。僕もそうなんですけど、なんか何でもバイブル、これは俺のバイブルだみたいな、これは自分の大事なものだって、何でもそれに対して思ってしまうと、どんどん数が増えちゃうので、だからやっぱり繰り返し参照できてためになるみたいな、なんかそういうイメージが強いのかなと思いますね。で、僕の例で言えば、やっぱりヨガ関係ですよね。この辺のヨガインテグラルとか、いつもね、ラジオで紹介しているパタンジャリのヨガスートラの本だったりとか、あとはこのアシュタンガヨガの実務的なね、このポーズが書いてるポーズ解説の本とかね、そういうものだったりとか、あとは、インドの経典であるね、これもヨガ哲学の一部ですけど、バガバットギーターみたいな、こういうもの。これは繰り返し参照できて、自分の OS というかね、心の指針みたいなものになっているようなものですね。これが一つのバイブルになっている。で、あとは今持っている中では、クリエイティブとか創造の文脈の中で、自分の中の指針になっているこのドゥルーズのディアログっていうね、本です。
はい。これジル・ドゥルーズっていう、現代哲学の分野なんですけど、やっぱり作ることとか書くこと、そういうクリエイティブをやってるので、その創作の役に立つような思考みたいなものの、自分にとってのこのバイブルみたいなのになってますね。はい。そんな感じで一つ目はバイブルを残すっていうこと。でも言ってみれば、極限まで絞っていくと、自分みたいにエクストリームに6冊とか10冊以内にしてみると、結局全てバイブルみたいになるのは確かです。これから述べる条件いくつかあるんですけど、その中でもやっぱり自分が持っているものは数を少なくすれば全てがバイブルになるっていうね、そういう話もありますね。で、二つ目は、レアで代替が効かないものです。レアな本です。もっと言い換えれば、再入手が困難な本っていうことです。はい。それは自分の中ではこういうものが当てはまりますね。はい。レイ・ジャーディンというね、方の、ビヨンドバックパッキング、レイ・ジャーディンズ・ガイドというライトハイキングガイドっていうね。で、これはバックパッキングに関する本なんですけど、洋書のペーパーバッグなんですけど、これね、かなり手に入りにくいです。で、僕もようやく手に入れたんですけど、定価は19ドルくらいなんですけど、これ僕多分4000円とか5000円ぐらいで買ったのかな。で、常に価格変動していて、一時期1万円超えたりとか、そんな感じで結構ね、一回手放すと入手困難になる本っていうのがこの世の中にはあります。やっぱり廃盤になったりとか絶版になったりとかすると、もう買えない、手に入んないっていうのがあるので、そういう本は、手元に置いておきたいなっていうのがある。で、これ結構重くてね、場所取るんですけど、だからバックパックに入れて持ち運ぶには結構きついんですけど、でもやっぱりね、自分の中のそのバックパッキングの一つの指針みたいなものになっていて、だから結局これもバイブルなんですよね。自分のその身体性とかアウトドアとかの具体的な実用書みたいな感じで、いつでも参照できてね、困った時とか、あれこれどうやってるんだろうみたいな時は、これを参照したりします。で、結構面白くて、いろいろ書いてても、ハイキングのことに関してはもう全て書いているって言っても過言ではないです。例えばもう靴一つにとってみても、まず一番最初はその裸足で歩くのがいいみたいなことから、モカシンとか、結構硬いハードブーツを使うことがどういうことであるかとか、あとはアンクルサポートをどういうふうに考えるかとか、ハイキングにおけるランニングシューズの使い勝手とか使い心地とか、着地の方法、歩き方、で、ブーツを履くこと、で、レインシューズについての考え方とか、もう川を渡る時の塗装方法とか、そういうね、もう本当にもう細かいことすべて書いてるんですよ。だから、すごくね、参考になるし、で、自分が好きなね、このレジェンドでもあるんですけどね、このライトハイキングの、レイ・ジャーディンっていう方の書いてる本なので、僕は結構これ、読み返しています。そんなわけで二つ目はレアで代替が効かないようなものですね。そういうものは残しておくっていう考え方。で、三つ目は、献本だったり贈与された本です。はい、いただく、本をたまにいただくってことがあります。で、これ僕の師匠が書いている、東先生ですね、が書いている脱観光家の人類学っていう。これもね、学術書なんで、基本的に基本的に大学の研究書なんですよ。だから価格もね、これ5500円ぐらいして、結構重くて高いんですけど、で、特にこれに関しては自分が関わっているプロジェクトですね、のメンバーだったりとか、あとは地域。で、実際にその自分が現地に行って、で、その師匠と共にね、した中でいろいろ活動してきたこととか、その自分が知ってる人とかが、出てきたりするので、やっぱそういう意味で結構ね、面白くて、で、やっぱり内容自体もポストコロナのツーリズムっていうことで、脱観光化がテーマになっているので、で、今はその学術的な研究として人類学を深めてるわけではないんですけど、やっぱり自分の個人的なプロジェクトだったりとか、こういうふうに本がね、一冊あることによって、これを起点に、この自分の興味を深掘っていけたりとか、あとは実際にその今、そのトップで研究されている方々の知識をね、自分で得ることができると。どういうふうなことを考えているかとか、そういう先端を知ることができるっていう意味で、ものすごく貴重な資料ですね。で、ちょっと本の中身の紹介になりすぎちゃうとあれなんですけど、そのようにとにかく献本、いただいたものとかね、譲渡されたものに関しては、取っておくっていうふうな考え方です。結構自分は、ちょっとその本に関しては割とそのスピリチュアルな考え方を持っていて、その自分で求めたのではなくて、勝手に自分のところに来た本に関しては、何かその自分の人生に意味があるんじゃないかなって考えてしまうんですよ。これ結構同じ方いるかもしれないんですけど、もしかしたら。そういう本ってありませんか？たまたま本屋を歩いてて、自分と目が合った本とか、あとはその公園とか道端を歩いていて、文庫本が落ちていて、拾った本とかね。
なんかまあそういうこともあったりとか、で、あとはそのやっぱり友人だったりとかね、関係者とか先生とかにいただいた本とか、その知ってる人たちが書いた本っていうのは何かその自分にも結構意味があるものなんじゃないかと思って、結構読むのがやっぱり楽しかったりするんですよね。で、それでこう思いがけないところに派生していくのがまた本の面白さで、結局その一冊の本を書くためには様々な引用だったりとか参考文献を参照する必要があるので、やっぱそこにこう当たるんですよね。原点みたいなところに。だからここからすごいこう人類学という中で、観光系の文脈の中で中を深掘っていけるっていうことが始まるので、この一冊だけじゃないんです。だから得られることは。それがやっぱりすごいなと思っていて、だからそういうふうな、まあ、検本されたりとか贈与された本に関しては取っておくっていうルールにしています。はい。はい。なので、まあ、ルールとしては3つですね。まずそれがバイブルであるか、そしてレア本か、レアで代替が効かないか、で、もう一つは検本された本。それは取っておく。そんな感じです。で、他には、ちょっと整理の簡単な tips みたいなものをいくつか話していきたいと思うんですけど、まずその、電子はまあいくら買ってもね、もう傘が増えないので、持つようにしています。まあとにかく気になったものは全部電子で読むってことを僕はやってます。で、物理本のね、まず上限の決め方なんですけど、これはまず数量と容器で決めるっていう考え方が一つあります。で、数量に関しては僕はもう10冊以下、手元に置く本は10冊以下っていうふうに決めていて、まあできればまあ5冊以下にしたいんですけど、それくらいの、まあその冊数を決めてしまうと、それより超えた分は、じゃあ超えてきてるから売らなきゃなとか、人にあげようかなみたいな、そういう判断をしていますね。なのでまあその上限の冊数を自分の中で決めておくっていうのは結構整理に役立ちます。あとはその容器で決めるっていう考え方もあって、で、これはまあ、例えばまあ本棚に入る分だけを持つっていう考え方。これ一番シンプルですよね。だからまあ自分が持ってる本棚を超えた分はもう持たない。だから超えるんだったら自分が持っている中から何か手放すものを選んでいく。まあワンインワンアウトの法則と同じで中身を定期的に入れ替えてですね、新しくしていくっていうそんな感じ。で、超えた分、容器を超えた分は持たない。で、その容器は小さければ小さいほど良くて、で、その本棚っていうのはやっぱりこう、たくさん入るので、どうしても詰めがちなんですよね。で、よくね、本の前にまた本を並べたりしてませんか？あとはその本の上にね、本を重ねて置いたりしてませんか？これもう十数年前の私です。もう本棚にとにかくもう詰めまくると。で、結局もう視認性も悪くなって自分が何の本を持ってるかもわかんないし、取り出したいものを取り出せないっていう状況になってる人は多いと思います。だから、とにかく容器を限定して、それに入らないものは持たないっていう考え方。で、これ容器は小さくすればするほど良くて、だからこう A4 のですね、なんかブックバインダーとか、なんか書類ケースみたいなもの、こういう細いものあるじゃないですか。ああいうもので持つとですね、5冊とか10冊ぐらいに抑えられるので、それを超えた分は持たないっていう風にすると整理がしやすくなります。で、他には再読の条件を言語化するということも有効ですね。だからもう一度読む時の条件を言語化できるかっていうこと。なんか、こういう風にね、なんか本を持ってて、やっぱりこう、これに対して自分が好きだからっていう考え方だと無限に溜まっていくんですよ。この本は自分が好きだから取っておこうと思うと、なんか全部好きになっちゃって、どんどん増えていくってことが起きます。じゃあその、なぜ好きなのか。で、これを持つことによって自分の何に役に立つのかっていうのを言語化できるかっていうのがポイントです。で、例えば僕が持ってるこのバガバットギーターだったら、これは自分の心身、精神的な指針になっているっていうことですね。行動指針として使えるっていう、そういうふうな言語化ができます。だからこう迷った時とか困った時とか、何かその落ち込んだ時なんかはこれを読みますね。で、このバガバットギーターはやっぱりそのヨガ哲学でありながら、インドの古典でありながら、で、あとはそのマルクス・アウレリウスとかセネカとか、こうヨーロッパのね、思考ともね、結局似たようなこと書いてるんですよ。だからやっぱその困った時に人間がどういうふうに、昔考えてきたかっていうのが、この悩みがね、結構解決できる本なんですよね。だからそういう意味で自分にとってはすごく実用的で何度読んでもいいしっていうので取っているって感じ。だからそのように再読する時の条件を自分で言語化できるかっていうことを考えてみてください。で、他にはデジタル化するっていうのはよく言われることですよね。だから基本的に電子書籍として販売されているものは正規のルートで手に入れてそれで持っておくっていうのは一つ手です。そうするともう物理的にこれが手放せるのでね。で、このね、アシュタンガヨガもね、電子版あるので、電子版でもいいかなって思ったんですけど、僕はこのやり始めた時に、やっぱりこう、スタジオでね、これ見ながらやってたので、やっぱりそう
そういう風にこれで持ってた方が見やすいっていうのがやっぱりあるんですよ。だから紙の本を買ってるんですけど、今はもうほとんどプライマリーシリーズに関しては全てポーズを覚えてしまったので、実はこれはもう手放すことができて電子化に移行することができます。だからちょっとそういう風なことを近々やろうかなと思ってるんですけど、で電子版が出てない本に関してはもう自分自身で PDF 化するっていう方法があります。でこれちょっと業者に頼むと著作権の関係で NG、グレーなところがあるので、自分の私的利用であればいいっていうパターンもあるので、それは本によって結構違うので、私的利用のコピーも禁じますみたいなことも書かれてる本もあるので、そういうのは結構ね、著作権に引っかかるので、気をつけてください。だから基本的に電子版は正規のルートから電子化されているものを手に入れるっていうのが一番安全だと思います。で、本の内容を完全に電子化できなくてもですね、これを読んだ後に自分がどう思うか、これでどう感じたかみたいなところとか、あとはその重要なポイントだけをメモに書き残して取っておくと。で、物理を処分するってこともよく使います。結構そういうのはやりやすい方法で、やっぱどのような本も、1回読んだだけでは分かんなくて、2回ぐらい読んだ時に、これはこういう内容だなっていうのを大体まとめることができるので、それを自分の気持ちをね、まとめておくと、結構その物理的な本は手放しやすくなります。これは結構その思い出のものを処分する方法とも近くて、過去にも何度か話してますけど、思い出のものってなかなか捨てられないんですけど、自分で写真をね、綺麗に撮って、写真を撮ると、手放しやすくなるっていうことがあります。だから結構それと似てますね。本もですね、物理はなかなか手放しにくいんですけど、これについての自分の思いとか重要なポイントをすべて、デジタル化で書き出すと、もう自分の中でなんとなく内容を咀嚼したなっていう感じになるので、そのようなフェーズになるとこれを簡単に手放すことができるようになります。で、最後に手放し方なんですけど、手放し方は古本屋に売るとかですね、図書館に寄付するとか、そういう方法があるんですけど、僕は本テロっていう方法を使っています。これ結構エクストリームです。なかなか友達とかには嫌がられる時もあるんですけど、で、その方法としては自分が読み終わった本をいきなりですね、その友達に渡して、どうぞっていう風に差し上げるっていう。はい、これが本テロです。はい。いわゆる本をテロするっていうね、そういう考え方なんですけど、これは結構嫌がられることもあるんですけど、なんとなくこの本をこの人に読んでみたいなっていう思いが出てきたりとか、この洋画インテグラル顔だなみたいな人が多分たまにいるんですよ。この人ちょっと洋画インテグラル顔じゃないかなみたいな。そういう感じ。バガバットギーター顔だなみたいな人にバガバットギーターを渡すとか。そういう顔とかで自分が渡したい本を決めて、その人と会う時にそれを持っていくってことをやってます。これ結構ね、面白くて。で、悪く言えば自分がいらないものを他人に押し付けてるってね、これむちゃくちゃまさにもうテロなんですけど、意外とその会話のきっかけになったりとかするんですよ。これが結構やっぱ面白いですね。やっぱりなかなかその自分が今読んでる本とかどういう本を持ってるっていうのを喋らないと思うので、それをね、結構渡すと、実はこれ持ってますとか、で、持ってますってなったらその本に対しての話題がね、盛り上がったりとか、この本に対してどういうふうなことを考えたかみたいな、もうちょっと簡単な読書会みたいなことにそこでなっちゃったりして、そういうのが結構面白くて、だから僕はそういう意味で、自分のものの押し付けっていうところもあるんですけど、話題を拡張したりとか、あとさっき言ったようにその偶然性ですね。誰かから来る本っていうには、やっぱり何か意味があるって、自分が思ってるように、相手もそういう偶然性みたいなところで新しい本を手にするっていうのは結構面白いんじゃないかなって思っているところがあるっていうことです。やっぱり自分自身で選んでると自分が興味があるものだけを選ぶことになるので世界って広がらないんですよね。でもやっぱり人から勝手に来た本とかテロされた本っていうのは自分が全く普段選ばない本だったりするのでそれをたまたま読んだことによって、全く面白くない場合もあるかもしれませんがそれによってむちゃくちゃそれが面白くてで違う方向にどんどん人生が動いていって好転していくってことがたまに起こります。だからそういうことを若干ね、裏では狙ってるってところがあるんですけど、そうなるとハッピーですけど、なかなかそこまで合致することは難しいんですけど、でもやっぱり燃えるゴミとかでね、処分するよりかは、やっぱ誰かのために役に立つような活動をちょっとしたいってことで、そういうふうなちょっとふざけたプロジェクトとして本テロっていうのをやっています。はい。ということで今回は本を手放すための3つのルールという話をしてきました。もう2月入りそうですけど、今年ね、本がちょっと溜まってる方は参考にしてみてください。で、最近読んで面白かった本とか、これから読みたい本あれば、ぜひコメントで教えてください。今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。チャオチャオ。